皆さんこんにちは。当チャンネルの解説者のガエデズンと申します。今回は第2回目との間の番外編ということで、相棒はいませんけども、こじんまりとした形でお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今回のテーマは地味なテーマとなるのですけども、動画のデータの保管について、ご紹介したいと思います。今まで愛媛県内を中心に、いろんなところに行って風景を中心に動画の撮影をしてまいりました。とは申しましても、職業としての撮影ではなく、もっぱら趣味としての土日や祝日などを中心にして撮影を行っていました。先ほど確認しましたら、保存している動画一番古いやつで、2021年の6月四国88カ所のお寺の一手寺でした。2年前3年前かな、ですね。この頃はまだビデオカメラもミラーレスカメラも持っていなくて、 iPhone でへにゃへにゃの三脚を使って、撮影をしていたんですね。動画の撮影データは編集時やちょっとここ見直したいなという時にさっと取り出したいので、この時期からの撮影データは基本全部保存してます。撮影記録と申しますか、いつどこで何のカメラで何の動画フォーマットで撮影したのかというのは、日誌みたいに表計算ソフトで管理しているのですが、ですね、先ほどちょっと集計をしてみたところ、この2年間で87時間6200カット、ファイル容量にして768ギガバイト分、撮影をしていました。休みの日だけで2年半でまあよく撮ったと思います。762ギガで、済んでいたのは冒頭ですね、全部の素材を残していると申し上げましたけども、撮影時のフォーマットがフル HD のサイズではあるものの AVC-HD の60のですねインターレスでビットレートが17メガ bps とか、ここ2ヶ月ぐらいはちょっと気を使って24メガ bps で撮影しているからなんですね。そんなに2年半かけてテラまで行ってなかったっていうのはちょっとびっくりしました。カラーグレーディングも全然やらないので、全然やらないというか苦手なので、川とか波とか高ビットレートを要求するものを取らなければ AVC-HD でもそんなに不自由なく保存できているのかなと、思っております。それでは撮影が終わった記録メディア、ここに、SD カードと S by S のメディアがありますけども、これをどうしているかと申しますと、まず日付プラス撮影場所のフォルダを作成しまして、普段使っている自宅のハードディスクに保存しています。この辺は皆さんと同じような保存形式じゃないかなと思っております。そしてこの後どうしているのかと申しますと、長い間サーバーの管理者を生業としているので、ハードディスクについてはいつかは壊れるものだなというふうには考えています。対障害性を高めるために予備のハードディスクにデータを同期させていますが、その同期先は実家のハードディスクになります。1回あたりの撮影容量が 4GB を超えることはまずほとんどはないので、定期的に自宅から実家という一方通行でデータを自動転送してやる仕組みがもうすでに作り込んでありますので、バックアップについてはもうとても楽ちんにできております。企業さんが保存しているような重要データであれば、堅牢な遠隔地のデータセンターに逃がすという方法もありますけども、個人なのでそこまではやらなくてもいいのかなというふうに考えてます。この手のデータ保全は備えれば備えるほど大変になるというのが一般的な話ですけども、実は私はもう一つだけ、手間をかけています。それがですね、ここにあります通り、よいしょ、はい、DVD-R に、保存をしています。保存する画質は落としたくないので DVD データディスクとして保存しています。その場合 DVD プレイヤーで見ることができないのがちょっと残念なんですけども、先ほど申し上げた全部の量で、
今のところ何枚だこれ。はいと。50枚入りのスピンドルで、3本と半なんで、3、100、150、170枚ぐらいかな。すでにデータの焼き込みをしてあります。まあここまで備えて仮にデータを全部失うっていうことは動画の趣味を継続できないぐらいの状況になったというふうにも解釈できますので、まあその場合はもうスパッと動画の趣味を諦めてしまうんじゃないかと思います。でもそのようなことにならないように願いつつ、年のおっさんなんで、体もいたわりながら、細いけども長くですね、ゆるゆると続けられることを切に願っています。それでは、まだの方はチャンネル登録を、この動画を見た方は、もしいいなと思ったら高評価、ぜひお願いいたします。